皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ情勢についての事細かなニュースは地上波のテレビ放送では見られなくなりました。ぜひともこのチャンネルの動画で情報を更新していってください。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、制裁でロシアの金融が混乱しています。周辺国では一斉にルーブルの取り扱いが一時停止となりました。そしてこのタイミングで軍事同盟を結んでいたアルメニアが離脱することを方針として示しています。2、アメリカのウクライナへの軍事支援。2国間の安全保障協定が結ばれたのですが、ゼレンスキー大統領から注目の発言がありました。それはアメリカがウクライナに対する F-16 を含む戦闘機供与の方針を示したのです。なお、安全保障協定はアメリカとウクライナだけではなく、日本とウクライナも結んでいます。このことについても合わせて解説しておきましょう。3、プーチン大統領、北朝鮮訪問予定と報じられています。ウクライナ情勢をめぐる様々な動きを見ていると、プーチン大統領がせかされるように北朝鮮に出かけるように見えます。まず最初にロシアのルーブル経済圏についての話をしておきましょう。ロシアのルーブルは旧ソ連構成国間においては取引としてよく使われる通貨の一つです。この地域においては中国が一帯一路構想をもとにして人民元決済も広げようとしていますし、またこれらの国々が欧米との取引を行うときにはアメリカのドルや EU のユーロといったものも使われています。そうした意味で様々な国の通貨が入り乱れるわけですが、今回アメリカがロシアに対する制裁を発表したことにより、ルーブルの価値が今後どうなるかは誰にもわからなくなっています。そのため周辺国、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、これらの国々でのルーブル取り扱いが一時停止されることとなりました。この措置が一体いつまで続くかはわかりませんが、ルーブルの肯定具合といったものが実勢の交換比率と大きく異なるようなことになれば、それはルーブルの通貨としての信用が大きく失われることであり、実際のビジネスの現場においてはちょっと使い物にならなくなる危険性が出ています。前回の動画においては、ロシア国内の混乱についてのお話をしました。ロシアの主要な銀行や証券口座にログインすることができなくなっているようだ。サーバーが落ちているようだといった話です。これは前回と全く同じ見解なのですが、アクセスが集中してからサーバーがダウンしているのか、それとも政府側が意図してサーバーをダウンさせているかについては判明していません。どのみち大きくお金を動かすことができないようにしているのは、アメリカの制裁がかなり強烈な一撃となっているからでしょう。そしてこのような動きが起こったことによって、人民元決済の割合はロシアにおいて大幅に拡大しますから、ロシアの経済圏は中国に大きな影響を受けることとなります。今回の旧ソ連構成国の国々において、ルーブルの決済が一時停止し、交換業務なども止まっているというのは、ロシアの目指すルーブルの普及とは全く真逆の方向で、使いづらい通貨として印象づける出来事となりそうです。例えば個人の話で言えば、通貨の価値が1日で 10%、20% 動いたら大変なわけですし、それがましてや企業間取引や国家間の大きな額のやり取りの時に、1ヶ月後にはルーブルの価値が 30% 下がりますみたいな話になったら、まともなビジネスの通貨としては使いづらいわけです。またこうしたもうルーブルの通貨としての価値は非常に不安定だなと感じて、中国側の方はなるべく人民元決済を求めていますし、ルーブルとの交換業務そのものについても、ルーブルにとっては不利な条件というものが提示されているそうです。何しろ、交換したその次の日にはもっとひどい状態になるかもしれないのであれば、交換比率というのを人民元の方に有利にさせておく必要があるからです。為替というのは変動するもので、それ自体はおかしなことではないのですが、やはり何といっても、ここで問題なのは、急激な変化というのは、その悪影響が大きく出るということです。今回のアメリカによる制裁というのは、ロシアの経済や金融においての国際的な影響力を下げる効果が確実に出そうな事態だと私は見ています。そして時系列としては、アメリカが制裁を発表するその前の話なのですが、ロシアと軍事同盟を結んでいるアルメニアが、軍事同盟からの離脱の方針を示しました。この軍事同盟は旧ソ連構成国の間で結ばれている多国間のもので、本来であればロシアを盟主としたソ連の名残のようなものでした。しかしロシアがウクライナ侵略をし、それによって軍事力を大幅に
集中させている現状、その周辺国においては、ロシアの影響力は逆に下がっています。アルメニアのお隣アゼルバイジャンとの間には国境紛争問題があり、アルメニアとしてはアゼルバイジャンの軍事行動をロシアが抑えてほしいといった要望を出していました。しかしそのような要望を叶わず、アゼルバイジャン軍からの攻撃は非常に苛烈なものとなり、ナガルノカラバフにおけるアルメニア側勢力が一掃される事態が発生しました。このようなことからアルメニアは軍事同盟が全く何の役にも立たないということを不満として思い、今回の離脱方針の表明へと至ったとみられます。現在アルメニアは欧米との外交関係を強化しようとしており、今後情勢次第ではロシア軍の目指す先がアルメニアになる可能性というのも出てきました。ただし現状においてはロシア軍はウクライナに釘付けになっていますから、今の国際情勢の中においてアルメニアは生き残りをかけることとなります。続いてはウクライナへの支援強化への一方、アメリカはウクライナと10年間の安保協定に署名、NATO 加盟視野。バイデン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は2国間の安全保障協力協定に署名した。期間は10年。ロシアが侵攻を続けるウクライナの防衛強化が目的。バイデン大統領はウクライナの防衛力と抑止力を長期的に強化することが目的と述べた。安保協定はウクライナの NATO 加盟に向けた一歩となる見通し。11月のアメリカ大統領選で共和党のトランプ前大統領が勝利したとしても、米国によるウクライナへの長期支援を約束することも狙いとみられる。協定によれば、ウクライナに対する武力攻撃、またはその脅威が発生した場合、アメリカとウクライナの高官は24時間以内に会合を開き、対応策を協議し、ウクライナに必要な追加の防衛策を決定する。また両国は情報を共有し、訓練や軍事教育プログラム、合同軍事演習を実施できるようになる。協定文書では、ウクライナには大規模な軍事力と NATO 基準に合致した防衛産業基盤への持続的な投資が必要と記された。ウクライナと2国間の安全保障協定を結んだのは、今回のアメリカで17カ国目です。それぞれの国において予算をどれくらいにするかを明記する国もあれば、予算については明言せず協力関係を結ぼうという協定もあります。それぞれの国の実情に合った内容になっていることから、各国のウクライナ支援が非常に長期間にわたるというような宣言になっています。そして今回のアメリカ・ウクライナの2国間の安全保障協定なのですが、ゼレンスキー大統領が面白い発言をしています。それは、ウクライナに対する戦闘機供与、アメリカもこれに参加し、その供与する機体については、F16 だけではなく、その他の機種についても選定に含むという話をしていたのです。これまでのアメリカの姿勢を考えれば、退役する戦闘機からどれかを選んで供与するとは思うのですが、F16 戦闘機、F15 戦闘機、その他退役する戦闘機としては、A 点攻撃機や将来的には F22 戦闘機などもあります。ステルス戦闘機については、たとえ退役する予定だからといっても、供与することはないでしょうから、おそらく現実的には F16 戦闘機を中心として供与するとは思うのですが、ウクライナの空軍力を高めることは、地上戦力を支援するのに非常に役立ちますから、アメリカの今回の安全保障協定の話は、ウクライナにとっては非常に朗報だと言えるでしょう。一方で、日本もウクライナと2国間協定を結びました。ただし、他の国においては、軍事支援の内容を含んでいるのに対して、日本はもともと軍事支援を行わないとしている国ですから、安全保障協定の中身も経済的もしくは人道支援に限られています。日本の場合だと、まずは地雷の撤去作業といったものを推進し、またロシア軍の電力インフラへの攻撃といったものも継続的に行われるので、発電機などの支援も行うそうです。まだ季節は夏ですが、これから冬に向けて電力事情を復旧させていくといったことが必要なのです。大規模な火力発電所などはミサイルに狙われやすく、そうであればより中規模もしくは小規模の発電施設などを分散させるようなネットワーク型の電力網を築く必要があるでしょう。なお日本ではこうしたウクライナ支援を批判する人たちがいますが、何度も言いますが、ロシアによる侵略をプーチン大統領の思うような形で成功させてしまえば、それが悪い前例として残るといったことは理解しておかなければなりません。国連常任理事国が他国に軍隊を派遣し、領土を占領、そして併合宣言し、他の国が助けに入らないように核戦力で恫喝し続けるといったこのような行動を許すというのであれば、当然のように、じゃあ同じような条件で日本が
侵略された時に一体誰が助けてくれるというのでしょう。国際秩序が守られた状態というのは戦争が抑止が効くような状態ですから日本にとっては望ましいのです。そしてそのような国際秩序を踏みにじっているロシアの現状というのはそれにはっきりとノーを突きつけるべきだというのが日本の基本方針としても有効なのです。最後にプーチン大統領の北朝鮮訪問予定の話について触れておきましょう。これはロシアの正式発表ではなく韓国の報道でプーチン大統領がどうやら北朝鮮に行くようだというような一報が出ています。プーチン大統領としては北朝鮮を非常に頼りにしています。かつては国連の制裁に賛成したロシアなわけですが情勢は全く変わり北朝鮮に対する制裁破りを率先して行い北朝鮮から軍事物資などを購入しています。制裁をかけられている北朝鮮にしてみれば制裁を常任理事国が破ってくれて様々な物品を売買できるというのでこれは大歓迎でしょう。ロシアは北朝鮮が欲しがるものをたくさん持っています。食料にしてもエネルギー資源にしても軍事技術にしても北朝鮮にしてみればどれであってもあればあっただけ嬉しいものです。一方でロシアにしてみると軍事物資をそのまま送ってくれる国というのはベラルーシやイランのような非常に限られた国しかありません。ロシアは世界中の国々と貿易できるぞといったような話をするわけですが、だからといってロシアに武器を直接売ってくれる国というのはほとんどないのです。だからこそ北朝鮮のような直接販売をしてくれる国というのは貴重で、今回プーチン大統領が北朝鮮にわざわざ行くというのはそのような北朝鮮が非常に大事ですよということを金正恩氏に伝える意味もあるのでしょう。なお、プーチン大統領にしてみれば頼りにしたい中国なわけですが、中国は表向き完成品の武器はロシアには売らないと話しています。現在の情勢下で直接的にアメリカと対立するようなことはしたくないというのが本音でしょう。軍事転用可能な物資、例えば弾薬類などに軍事転用可能なニトルセルロースが中国企業からロシアに渡っているという話があるわけですが、これなどもあくまでも転用は可能であっても物品として弾薬を送っているわけではないよというのが中国の言い訳です。しかしプーチン大統領にしてみたら転用するその手間すらもめんどくさい話ですから、たとえ不良品混じりであろうとも北朝鮮の完成品納入といったものが嬉しいのです。現在ロシアは民生品については確かに世界中と今まで通り貿易はできるわけですが、しかしロシアの通貨ルーブルの価値そのものについて今揺らいでいる状況ではまともな経済活動についても常に障害が発生しますから、この悪影響といったものは国内の物価高などで影響を広げていくことでしょう。かつてソ連で同じ構成国だったアルメニアが軍事同盟から離脱し、一方でソ連時代にしてみれば北朝鮮など下っ端の下っ端でしかなかったそのような関係性であったにもかかわらず、今ではロシアの方から大統領が北朝鮮に行かなければならない状況というのは、プーチン大統領がいかにして戦略的な外交に失敗しているかを示していると私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録して情報の更新に役立ったなと思う方は他の人にも拡散していってください。そしてスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。